こんばんは、もふもふ不動産モフです。今日はですね、格安シムにしない理由について解説したいと思います。コスパ悪いっていうことでですね、僕はやらないっていうので、どうしてやらないのかとですね、解説したいと思います。で、ちょうどね、iPhone 11 Pro Max、変えてしまいました。で、これ変えたんですけども、いろいろ検討した結果ね、やっぱ格安シム、やらないようにしました。で、なんでね、そういう風にやらなかったのかとか、なんでコスパ悪いのかとか、結構ね、格安シムにすると安いですよとかみんなおっしゃってるのは、それ一理あるので、どういう検討をしてですね、なんでやらないのか、どういうプロセスを経て決断したのか、そういう解説していきたいと思います。で、今日は、格安シムですね、本当にお得なのかっていうのと、僕が、格安シムにしない理由、それについてですね、説明していきたいと思います。で、格安シムなんですけども、何かっていうと、ドコモとか au とかですね、ソフトバンク、そう、大手の回線を借りる感じなんですよね。なので、自社ではアンテナとか立てなくていいんで、設備投資のお金がいらないので、借りてる分だけで安いお金ですね、通信することができるっていうんで、その維持費がかからないので、安くできるということで借りてます。で、半分から通信料半分ぐらいが4分の1とかね、もちろんプランによって違うんですけども、ざっくりそれぐらい買いやすくなるよっていうふうにですね、言われたりしてます。で、借りてるのでですね、回線が混んだりすると、やっぱ自社ドコモとか au 自分の方のね、スピード優先させたいので、どうしても遅くなったりとかしたりしますね。あとすごく安いのでお得ですよ。この辺が一般的なですね、格安シムについての解説だと思います。そもそもね、格安シム、どうやって乗り換えるのっていうと、自分自身も乗り換えたことないんですけども、基本的には SIM ロックっていうが、解除された。普通スマートフォンって、ドコモしか使えないとか au しか使えないとかいう風にロックされたりとかしているので、それを解除したりとか SIM フリーっていうですね、そういうスマートフォンを得たりとかするって、その、SIM がですね、ロックされてない、携帯スマホを用意してですね、それにですね、格安 SIM の会社と、契約して、で、これ自身こういうSD カードみたいなのをね、SIM カードって言ったりして、これに電話の情報が入ってるんで、それパッと挿せばですね、使えるようになると。いうので、乗り換え自体はですね、そんなに難しくはないですし、比較的楽ですと。で、ナンバーポータビリティっていうのも使えるんで、電話番号を引き継いでね、登録することもできたりとかしますんで、今ソフトバンクからね、どっかに乗り換えたいとかあれば、全然今の電話番号をそのまま使えたりとかできますと。で、SIM の格安 SIM のシェアはどこかっていうと、これ MMD 研究所のね、今月2019年9月ですね、先月のやつを見ると、楽天モバイルが今 25.3% ぐらいで、一番ですね、アンケートの答えなんですけど、シェアが一番多いみたいで、あとマイネオとかね、あとUQ とか、いろいろ、あとはその後は OCN とかいろんなとこあって、なので回線さえ借りさえすれば、誰でもできるって言い過ぎるんですけど、むちゃくちゃいっぱい会社があるんで、どこがいい悪いっていうのはいろんな比較プランがあるので、なかなかね、どこがいいっていうのはなかなかないけど、そんなに変わんないんじゃないのかなと思ったりしてます。なので、今ここがね、通信早いよとか言っても、そこが人気になって人混んでくるとまたそこ通信スピード遅くなったりとかですね、結構時期とかによっても変わったりとかするので、なかなかね、どこにしていいのかって難しいところだと思います。で、これ楽天モバイル一番メジャーなので、プラン4つぐらいあって、2ギガで、月々、1480円と書いてるんですけども、よくよく見ると、1年目だけ1480円で、2年目からは2980円とかなので、こっちにですね、あと10分かけ放題っていうのと、あと結構、楽天モバイルの特徴は、このギガ使い切ってもですね、1メガっていう、そこそこ速いスピードでできるんで、これでも十分だっていう人もいたりとかするので、そんなここいらないのかもしれないなとかあったりします。で、これね、使うとどうなるかっていうので、実際2年目以降、こっちの価格で計算してみて、どんなもんじゃいっていうのを比較してみましたと。なので、乗り換えた場合と乗り換えない場合で、実際に僕は、検討しましたと。で、僕自身、結構ヘビーユーザーで、だいたい最新の iPhone に2年に1回乗り換えてるんで、iPhone Pro Max の512ですね、今回512ギガを買いました。で、SIM フリー版で、15万7800円税抜きですね。消費税入れると、ドンとまたさらにね、消費税 10% でかいですよね。17万3000円ぐらいになりますと。で、2年後に機種変更すると、下取りしますよっていうことなので、下取りする前提で、下取りはね、だいたい、これ、予想2年後いくらかってわからないので、今ちょうど2年前の、iPhone、10の2頃がですね、5万ぐらいで下取りされてるって言ってるんで、5万ぐらいで下取りされるかなぐらいの感じで見て、2年間使ったらどんな感じかっていうのを計算すると、こういう感じになりましたと。
月額22,980円で、税込みで10%入れて、で、24ヶ月で7万とかで、iPhone 足して、で、最後、下取りでマイナス5万とかすると、20万とかですね。こっちだと22万とか28万とか、30万とかですね。プランによって全然変わってくるんですけども、で、2ギガとかでもよければ、20万ぐらいですね。2年間 iPhone 使って、下取り出してっていうのになっちゃいますと。で、実際ね、僕今 au 使ってるんで、au と比較してみて、どうかっていうと、iPhone Pro の、同じですね、iPhone Pro 11の Pro の MAX512GB にして、20GB、僕バンバン使うんで、移動中とかね、やっぱYouTube 聞きながら移動したりとかすることもあったりするので、で、通話し放題にして、電話とかね、不動産とかやってるとバンバン電話かかってくるんで、それで、いや、5分だからとか10分だからとかなんかそういう細かいこと言ってらんないので、全部もう、通話し放題にして、で、テザリングもですね、あと、もうノート PC 持ち歩いたりするんで、テザリングありにすると、だいたい月々13,045円税込みっていう風になりましたと。で、今回、2年使って、機種変更して、2年後に返せばですね、この金額でいいよっていうようなプランがなんかできて、今、総務省からいろいろ言われてですね、スマホを一括安くその割引するなどがごちゃごちゃ言われてですね、結局通話料変わんないのにどんどん買う時の条件だけ悪くなっていってるから、かえって良くないような気もするんですけども、今返却すればいいっていうのでね、キャッシュバックはなくなっちゃったんですけど、そういうので、契約して、この13,045円しかかかんないんで、2年間これで計算してみると、今回一番右で31万3,080円ですね。24ヶ月これ入れると。ってことを考えるとですね、そんなに変わらんかなっていう気がして、で、ちょっと条件が違うのは、20ギガにして、通話無制限なので、ちょっと楽天はね、通話無制限っていうのはちょっとわからなくて、10分、無料って、楽天のモバイル、アプリからやると、ちょっと電話を、10分無料になったりとか、頭にちょっとなんかつけるとかなって、ただずっと無制限っていうのはないのかちょっと調べきれなかったですけども、その価格ですよと。なのでもし24ギガとかにしちゃうとほとんど変わらないんですよね。で、10分まで無料なのか無制限なのかっていうのが違って、で、逆にこの、au で、1000円ぐらい安くなるんですよね。5分まで通話無料にすると。そうすると28万とかになるんで、そうなってくるともうね、8万円ぐらいしか変わんないですよと、2年間に。だから本当にほとんど変わんないかなっていうのが僕の印象ですね。で、これ大きいと見るか少ないと見るかですよね。なのでこれ僕自身の考えで別に格安スマホが悪いとかいいとか全然なくって、人によってはね、いいですし、人によっては悪いっていうので、僕自身2年で iPhone の最新機種やっぱ変えていって、それでスマホっていうのはですね、もう仕事に欠かせないので、スマートフォンがないともう仕事ができないような状態になりつつあるんで、常に最新にしておきたいですよと。で、ガンガン通信もするし、通信スピード遅くされたりとかね、遅くても楽天は早いよとか言われるんですけども、それの、機械損失とか考えると、通信速度とか、仕事に支障が出ないようにとかですね、そう考えるともう全然必要経費かなと思ってて、見てます。で、もう一回振り返ってみると、これでね、この辺のプランと、11万とかなんで、2年間で11万ってことは1年間で、5万とかですね、5万とか6万ぐらいになるので、それ月々にすると5000円ぐらいなので、そこをですね、ケチるか、会社の経費、必要な経費として、これを使っていくか、それでどうするかっていうのは人それぞれかなっていうふうに考えてます。なので自分自身としてはもう、別にこういう使い方するのは全然ありだと思うし、本当にガンガン使って仕事でですね、仕事から YouTuber 仕事っていうのもちょっと恥ずかしいんですけど、YouTube やったりとかですね、不動産投資やったりとか、ブログ書いたりとかですね、あと不動産の、業者さん電話したりとか、いろんなことやったりしてるんで、その全ての起点はやっぱスマートフォンになるので、最高の状態にしておきたいなっていうのがあったりします。なので、こういうのを見るときは、やっぱ前提条件が必要かなと思うので、一概にですね、スマホはですね、何にして、どのぐらいのペースで買えるのかとかですね、自分はヘビーユーザーなのかどうかとかですね、で、仕事と、どれぐらい関係してるのかとか、そういうのをちゃんと見て、決めた方がいいですよっていうことを、お伝えしたいです。なので、格安SIMはね、全然使わなくって、ほとんど家にいて、スマホをちょっと見るぐらいですよとかであれば、すごいおすすめだとは思います。これって結構似てるのは、賃貸 VS 持ち家とかね、不動産 VS 株とかね、どっちがいいのかみたいなよく揉めるんですけども、こういうのって僕、答えをね、濁してるっていうか、常に、
前提条件次第ですよって答えをしているんですけれども、賃貸と持ち家とかに関しても、人によっては賃貸がいいとか、人によっては持ち家がいいって言い切る人多いんですが、今回の件みたいに、どっちがいいっていうのはですね、その前提条件によって変わってくるので、個別にやっぱ勘案して、どういう、ケースでどうやってやるか、どういう物件を買うかとかね、どういうとこにどれぐらい住むかとかによって全然変わってきちゃうんで、一概にどっちがお得とは言えないんですよね。例えば1円でね、戸建て買ったとしてね、むちゃくちゃ安く1円でもらえるんだとしたら、それはもう多分もらった方がいいですね。住めるような状態で。そしたらもう買った方が得ってなるし、ね、それなんか1円でね、家賃1円で住めるんだとしたら、それ借りた方が得になるかもしれないんで、いくらでどれぐらい借りるかとかですね、買うかとかによってもものすごい変わってくるんで、全然前提条件次第ですと。あとはもう一個価値観ですね。今回僕のケースで言えば、細かいお金節約するよりも仕事に集中したい。そのアウトプット、攻めのタイプですよね。月々ね、4、5千円ぐらいだとすれば、もうそれ全然すぐ稼げるんで、それを自分で稼ぐっていう、その攻めの姿勢ですよね。それなのか、もうそれをもう出ていくのが嫌だから、どうしても節約したいのかっていうのは、もうその個人のですね、感情っていうか、何を重視するかによるんで、それはね、全然答えはないんですよね。なので、何を価値観にするか、僕はもう攻めのスタイルでですね、不自由なく仕事に全力を尽くしたいっていう風に思ってるんで、ちょっとぐらい10万円、2年で10万円ぐらいはもう全然小さいですよ。今自分の収益から考えるとっていうので、全然ですね、このまま、au のままでいようかなっていう風に思ったりしてます。で、何が言いたいかっていうと、その前提条件とか、個人のですね、価値観とか、何を大事にするか、これ投資についても同じなので、そういう何の不動産がおすすめですかとかね、よく丸投げして聞いてくるのは、いろんな人言ってますけれども、その前提条件とか目的によって変わるのでですね、そういうのをですね、自分自身で、実際に自分で検討して、答えを出す。今回ちょっと計算、もしかしたら僕間違ってるところあるかもしれないんで、もし買いたい人はですね、自分自身au とかですね、楽天モバイルとか行ってシミュレーションした方がいいと思うんですけども、そういう風にした方がいいかなって思いました。ってことで、結局いろいろ検討したけど格安スイムやっぱりしませんでしたと。毎年ね、買える時期になって一瞬検討するんですけども、やっぱこれ費用対効果合わんなと思っていてやってないですよと。で、人によってはおすすめですと。で、僕はもうそのままですと。で、人によってそれぞれベストが変わるんで、よりですね、無駄なお金は払わないようにして固定費下げるっていうのはすごい重要なので、常にアンテナ高く張って自分で検討してですね、最適な方法を、見るようにしたらいいかなと思います。なのでもしうまくいけば次回からね、iPhone 11 Pro Max で撮るようになるので、もしかしたらもうちょっと絵が綺麗になってね、このモフモフもね、より毛の一本一本まで高精細にモフモフが見えるようになるかもしれないのでですね。変わるんかいなよくわかんないですけどお楽しみにしてみてください。はい。最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったですね、高評価いただければ嬉しいです。でこのチャンネルはですね、不動産投資とか株式投資、経済とか役立つ情報を発信してるんで、もしよかったらチャンネル登録をぜひお願いします。で、いつもコメントとかですね、高評価ありがとうございます。すごいやる気なので、引き続きですね、コメントいただければすごい喜びます。で、役だったらシェアしていただければですね、もっと喜びます。あと、LINE アットで不動産投資のチェックリストをプレゼント中ですので、よかったら登録してください。あとメルマガでですね、不動産投資講座やってるんで、よかったら登録お願いします。それどうもありがとうございました。